次に育てるべき食材ポケモン探そうジャスパルと申します。新たなカレーの最強レシピ、ヤイギリすき焼きカレーが登場しまして、おそらくこれで新フィールドが来るまでの料理は全て出揃ったのかなと思います。ゴールド環境の料理はこれでおしまいと、多分。で、どうやってすき焼きカレーを作ろうかなどを考えているタイミングかとは思うんですが、前回の動画の一番最後でもちょろっとお話ししました。ゴールド環境の大型レシピでフィーチャーされなかった食材があるぜと、激辛ハーブと若草コーンなんですけど、これ次のフィールドの新レシピで使われるんじゃないのってことで、次に来るレシピをなんとなく予想していって、今何の食材のポケモンに注目すべきか予想考察してみようと思います。海流復権となるんでしょうか。それでは参ります。ということで、まずゴールド環境の最強レシピ群見てみましょう。ここに使われていない食材はおのずと熱くなりそうですよね。ってことで、各料理ジャンルから2種ずつ6種のレシピにお集まりいただきました。カレーからヤイギリすき焼きカレー、目覚めるパワーシチュー、サラダはリンゴ酸ヨーグルトサラダ、負けん気コーヒーサラダ、デザートは銅のエクレアスパークスパイスコーラです。この6種のレシピに使われている食材を使われているレシピが多い順に抜き出してみたいと思います。要するにゴールド環境で活躍した食材は何かってことですね。まずぶっちぎり最多4レシピに使われたのはご存知目覚ましコーヒーです。ゴールドで初登場したこの環境を象徴する食材ですよね。当然たくさんのレシピに使われました。次の環境では若草コーン同様1回お休みとなってもおかしくないくらいには使われましたね。しかしながら依然として次の環境の初期ではヤイギリすき焼きカレーや銅のエクレアまだまだ活躍するものと思われます。重要度は高いですね。続いて2種のレシピに使われた食材が7つあります。特選リンゴ、モーモーミルク、甘い蜜、豆ミート、杏仁トマト、特選エッグ、太い長ネギです。この中では追加レシピが来るまでは採用されていなかったモーモーミルク、甘い蜜、特選エッグの3種が今後どうなるのかちょっと注目したいところではありますね。ここで一回打ち止めとなるのかどうか。これからが活躍のタイミングとはなりそうなんですが、一応この7種はそれなりに使われたよってことで次に参ります。続いて1種のレシピにのみ使われた食材は6つ。若草大豆、あったかジンジャー、ピュアなオイル、ほっこりポテト、リラックスカカオ、味わいキノコ。この6種は次の環境で活躍しそうな気がしますよね。特に直近で追加されたクチートのオイル、ラッキーの第2食材ポテト、ドンカラスの第2食材で強運でも選ばれる若草大豆なんかは次の環境で最初に名前が挙がってもおかしくなさそうな気がします。そして最後、この6種のレシピで使われなかった食材が激辛ハーブと若草コーン、そして忘れてはいけない美味しい尻尾の3種です。美味しい尻尾はもし採用されたら大変なことになるのでなかなか無視もできないんですが、やっぱりハーブとコーン、この2種はさすがに新レシピで使われるだろうと予想しています。もしこれで使われることがなかったらマジで環境から1年以上とか締め出されることになるでしょうし、それはかわいそうすぎませんてなわけで、さすがにハーブとコーンは次のフィールドでは重要な位置を取るだろうということで目処をつけておいてもいいんじゃないかなと思ってます。コーンもクチートの第2食材ですし、ハーブも一応ドンカラスの第3食材としてラウドボーンぶりに追加されたっちゃされたので期待しておきたいなと思います。激辛ハーブ一応ダークライも持ってこられるっちゃ持ってこられるんですけどね。ってことで、あくまでこの超大型レシピ6種を見て次のフィールドで活躍する食材を予想すると、鉄板が激辛ハーブと若草コーン。なんなら激辛ハーブを A、B までで持ってくるポケモンも追加されるんじゃないかななんて思ってます。それこそ A 食材が新食材で B がハーブみたいな。ないしは2周年の追加ポケモンだったりとか。で、辞典。若草大豆、ピュアなオイル、ほっこりポテト。この3種も結構活躍するんじゃないかなと思ってます。この中ではやっぱりクチートのオイルが相当熱いんじゃないかなと思いますね。ポケモンスリープ、これまで結構露骨にちゃんと追加したポケモンの食材を活かせるようなレシピを増やしてる印象なので、料理ウィークで出てきたクチートの AB 食材がこれから先使われないっていうのはちょっと考えたくない話ですね。また考察練り直しです。で、その次くらいに使われるかなっていうのが、順当にあったかジンジャー、リラックスカカオ、味わいキノコでしょうかね。特にあったかジンジャーと味わいキノコは最強レシピから陥落しちゃいましたし、順番回ってきてもおかしくないですよね。
ネギと卵も入れちゃっていいかななんて思ったんですが、より低エナジーな食材群もまたね、使われる気がするので、どうなるんだろうなって感じです。まあ現時点でどこまで当たるのかっていう話でもありますけどね。ってことで、次のフィールドで注目されそうな食材、ハーブ、コーン、大豆、オイル、ポテト、生姜、カカオ、キノコで活かせていただきたいと思います。そんなわけで次に育てるべき食材ポケモンとなりそうなのは、直近で追加されたクチートやラッキーなんかはもちろんのこと、ハーブのミニリュウ、コーンのヌイコグマミニリュウ、大豆の石つぶてクワッス、生姜のヨーギラスヒトカゲ、キノコのアゴジムシあたりが特に注目なんじゃないかなと思います。特にミニリュウアゴジムシは次のフィールドでは木の実も一致するんじゃないかと予想されてるかと思うので、覇権を取りそうな気がしますよね。ドラゴン島なのであればリザードンだとかバンギラスも出てきてほしいところです。まあね、ラピスラズリコハンがドラゴンが多く生息するフィールドって説明されてるんですけどね。なお、ネギ担当がカモネギにとって変わられそうで、ちょっと不穏な空気を感じつつあるクワッスなんですが、大豆担当としては次のフィールドで非常に存在感を発揮する可能性があるんじゃないかななんて思ってます。そういえばね、クワッスの大豆はメザパシチューに使われて、ネギはすき焼きカレーが追加。で、オイルは次のフィールドで輝きそう。ニャオハのポテトは負けん気サラダで活躍して、ミルクは追加レシピのエクレアとリンゴ酸サラダ。で、ジンジャーは次のフィールドで活躍する。ホゲータのリンゴはコーラで活躍。豆ミートはすき焼きも追加されて、激辛ハーブは次のフィールドで、なんてことになったりするんでしょうかね。まあこれは偶然なんじゃないかなとは思うんですけれども、ここまで狙って1周年の時点でやってたんだとしたら、なかなかすごい話ですよね。もしそうなんだとしたら、2周年で追加されるポケモンたちが今後大きく占ってくれそうな気もするので、ちょっと楽しみにしてみたいと思います。まあそもそも食材タイプかどうかもわかりませんけどね、本当に何が来るのか非常に楽しみです。てなわけで、すき焼きカレーやリンゴ酸ヨーグルトサラダも注目されている中ではあるんですが、彼らはあくまでつなぎのレシピだと考えるのであれば、次の環境で覇権を取りそうなハーブやコーンにも注目して準備してみてはいかがでしょうか。そんな次に育てるべき食材ポケモンを探そうでした。ぜひ皆さんの意見感想や、この食材が活躍するはずとか、こんなレシピが来てほしいなんてコメントをお待ちしております。そもそもね、新フィールドはいつ来るんでしょうか。迫り来る2周年楽しみです。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドを押していただけますと動画制作の励みとなります。さすがにハーブとコーンは外さないと思ってはいるんですけれどもねえ、予想の裏の裏を書いてくるポケモンスリープでありますので、マジで外したらごめんなさい。それではサマーフェスティバルの準備いかがとなっておりますでしょうか。素敵な1週間となること祈っております。カモネギもこれからどれだけ活躍するのか注目ですね。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。